いよいよチャプター5が発売されました。今回はその中でも特に注目度が高く、物語の中で重要な役割を担っていたリリー・ラブブレイズについて整理しながら解説と考察をしていきます。特徴、リリーは星のマークが入った黒いオーバーオールスカートを着用しており、靴下にも同じく星のマークがあしらわれています。全体的に女の子向けの可愛らしいデザインで、見た目だけを見れば非常にポップで親しみやすい印象を受けます。その外見や造形から考えると、もともとプレイタイム社で製造されたおもちゃである可能性が高いと言えるでしょう。リリー最大の特徴は、紫色と紺色が混ざった長い髪です。3本に束ねられたその髪を、彼女は自在に操ります。実際の戦闘でもこの髪による攻撃に何度も苦戦させられ、強敵として強い印象を残しました。初登場時、髪の先端が鋭く尖っていることから、まるでサソリの尻尾のような危険な印象を与えました。さらに、彼女とのゲーム中にはブラックライトを当てることで光る蛍光塗料のような痕跡が道しるべとして使われ、主人公を誘導します。この演出も、サソリがブラックライトに反応して発光する性質をモチーフにしている可能性が高いと考えられます。デザインとゲームギミックが結びついている点は非常に興味深い部分です。ゲーム内容は、リリーが歌っている間は動いてよく、歌が止まった瞬間に止まらなければならないというルールになっています。これはスタチューズの PJ パグアピラーと同様の形式です。また、体はミスディライトと同様の関節構造を持っており、プレイタイム社の中では比較的珍しい人間タイプのおもちゃに分類される存在です。可愛らしい外見とは裏腹に、構造や演出の面では不気味さと危険性が巧みに組み込まれたキャラクターであることがわかります。性格、リリーの性格については、プロトタイプの発言によれば、幼稚で無知な存在とされています。実際にゲーム内で見せる振る舞いもそれを裏付けるもので、よく笑い、明るく無邪気にはしゃぐ姿が印象的です。一見すると天真爛漫で、どこか憎めない存在にも映ります。しかしその一方で、相手を傷つけるようなチクチク言葉を平然と使う場面も目立ちます。この点から考えると、彼女は他者の感情に対する理解や配慮が欠けている可能性があります。長い孤独の中で他者との健全な関係を築けなかった結果、言葉の重みや痛みを認識できなくなっているとも推測できます。さらに、明るさの裏には狂気じみた一面も潜んでいます。主人公を敵と認識した瞬間、彼女は遊びの延長のような感覚で追いかけ、襲いかかってきます。その行動には罪悪感や葛藤は感じられず、あくまで遊戯の一部として処理しているように見えます。捕まった際には、長い髪を使ったジャンプスケアが発生し、彼女の危険性が一気に表面化します。また、彼女は自分以外の存在を疑うことなくおもちゃとして受け入れています。人間とおもちゃの境界が完全に崩れており、記憶そのものが歪んでいることがわかります。この点は後の正体とも強く結びついてくる重要な要素です。正体、リリーの正体については、発売前の段階では様々な予想がありました。ステラ・グレーバー説や、私自身もプレイケアのマリア校長ではないかと考えていました。しかし、チャプター5で提示された資料やテープを整理すると、結論ははっきりします。リリーの被験体はミス・グレイシーです。本名はグレイシー・グリーン。肩書きはウェルネス&インテグレーションカウンセラー。心身の回復や心理療法、ややスピリチュアル寄りのアプローチで人を支える専門家です。ただし、この肩書き自体は一般的な職種とは言い難く、プレイタイム社の特殊な環境を反映している可能性があります。彼女は、あのトラウマホラー映像にも登場していた人物であり、チャプター5では孤児をおもちゃ化する際の洗脳ビデオにも出演していました。つまり、子供たちに語りかけ、思想を植え付ける立場にあった存在です。この事実は、テープや資料から明確に読み取ることができます。ミス・グレイシー。ミス・グレイシーよね。下の名前は何だっけ。今日は何の話？ミス・グレイシー。これもレッスンかな。無視しな。彼女はいない。あなたしかいないわ。あなただけ。私も存在しないの。ミス・グレイシーは存在するって。私はミス・グレイシー。目を覚まして。ありえないわ。まさか。彼女は仮面の中、部屋にいるわけじゃない。周りを見て。違う。プラスチック。顔も。私は、だって私、確か。
私はおもちゃよ、ミス・グレイシー。とてもいいおもちゃ。本当よ。そして重要なのは、彼女が自らの洗脳映像を見続けることで、自分自身をおもちゃだと信じ込むようになった点です。グレイシーは悪いおもちゃという概念を強く否定していました。だからこそ、リリーは良いおもちゃであろうと振る舞い、悪いおもちゃと判断した存在を排除しようとします。主人公を悪いおもちゃ箱に入れようとする行動も、まさにグレイシーの教えの延長線上にあるものです。人格の核は明らかにグレイシーに由来しています。リリー・ラブブレイズは実験体1468。確認されている実験番号の中でも比較的新しい個体にあたります。資料によれば、1995年8月6日に再調整計画が予定されていました。つまり、喜びの時間以前にニューマン博士によって手術されていたことになります。8月20日には再調整手術が控えていた記録も存在します。しかし、8月8日に喜びの時間が発生。この混乱により再調整や記憶の書き換えはニューマン博士ではなく、プロトタイプによって行われた可能性が資料から示唆されています。ここが大きな分岐点です。さらに興味深いのは、リリーには異なる看板が2つ存在することです。メモ書きにはリリーとビリーという名前が記されており、おもちゃとして2体存在した可能性が浮上します。ここから考えられるのは、被験体が2名いた可能性です。ニューマン博士が孤児を使って実験を行い、そこにプロトタイプがグレイシーを追加したという構図も成立します。テープのタイトルからも暗示されており、資料にさらなる犠牲とあることからも、この多重構造を暗示しているように思えます。もしそうであれば、リリーは同意のように複数人の人格や意識を内包する存在だった可能性があります。単なる一体のおもちゃではなく、思想と人格が重なり合った存在。それがリリー・ラブブレイズの正体と言えるでしょう。リリーの行動。リリーは最初、主人公を敵としてではなく客人として迎え入れます。自身の住まいであるドールハウスへと半ば強引に招き、お茶会に参加させました。間取り図で確認できる限り、参加している友達はほぼ固定の3体です。彼女はその空間で、まるでおままごとのような遊びを続けています。会話はほとんど独り言であり、隣にいるおもちゃの分まで自分で喋る様子から、孤独の中で疑似的な人間関係を作り上げていることが伺えます。また、シネマティックトレーラーのウェルカムホームでも示唆されていた通り、ポピーとキシーを捉え、独房に閉じ込めていました。ポピーとは面識があったようで、互いに存在を認識していたことがわかります。プロトタイプとも面識がありますが、彼や他の実験体たちからは疎まれていた可能性が高いです。その立ち位置は、支配側でも反乱側でもない、ラボ内では珍しい第三勢力のような存在だったと考えられます。さらに重要なのは、プロトタイプにも隠していた秘密の部屋の存在です。そこには、ミス・グレイシーの遺体が隠されていました。この事実は極めて示唆的です。プレイタイム社の実験は、単純に人間の肉体をそのまま使うのではなく、肉体と人格、記憶や思想を分離し、別の器に移し替える構造だった可能性が浮上します。リリーの中にグレイシーの思想が色濃く残っているのは、その結果なのかもしれません。リリーの最後は、高所の足場へとよじ登り、主人公を追い詰める場面で訪れます。優位な位置から攻撃を仕掛けますが、主人公の圧力ハンドによって足場の釣り具に衝撃が加えられます。その衝撃でバランスを崩し、リリーはそのまま落下。崩れ落ちた足場の下敷きとなり、倒されることになります。立ち位置としては、ヤーナビーやミス・ディライトと同じく中ボス的な存在でした。しかし、その背景や人格構造を踏まえると、単なる戦闘要員ではなく、物語のテーマを象徴する重要キャラクターだったと言えます。チャプター5は新キャラクターが次々と登場する構成でしたが、その中でもリリー・ラブブレイズは強烈な印象を残しました。可愛らしい外見と歪んだ思想、無邪気さと狂気が同居する存在として、物語に深い影を落としたキャラクターです。この動画が面白いと感じていただけたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。